慶應義塾大学理工学部応用科学科環境科学研究室の大崎亮です。私は平行板デバイスを用いた大気粒子の帯電状態の測定というのをテーマに研究活動をしております。たくさん周りにある空気の中に粒子があるんですけども、そちらの粒子で帯電しているものは帯電していないものよりも軌道により沈着してしまうという先行研究があります。こちらの先行研究に対してなぜ粒子が帯電してしまうのかというところに疑問を持ち、そちらの解明に向けて日々研究活動を行っております。こちらが私が使っている平行板デバイスです。こちらの入り口から空気を通すと、空気中の中の粒子の個数が測れる機械と平行板デバイスに空気が分かれて進みます。こちらで今ある空気の粒子の個数を測定します。今これくらいあります。そこからこの機械を通った粒子はこちらで電圧をかけてるんですけども、先ほど申し上げた帯電しているものはこちらの端っこにくっつくので、帯電していない粒子だけが出てくることになります。それをこちらの機械で使っています。で今これくらいあるんですけども、こちらのもともとある外の空気の個数と出口から出てくる個数の差を使って帯電粒子の割合を出しています。今日はこの車に装置を乗せて道路中の車から出る大気粒子の中の帯電粒子を測定しに行きます。この学校の近くの交通量が多い国道で粒子を補充します。こちらのロートから取り入れてチューブにつながって、この後ろに機械を乗せてるんですけども、こちらの下にあるこの青い装置でその帯電どれぐらいしてるのかっていうのを測ります。私が環境科学研究室を選んだ理由は2点ございます。1点目はまず大気粒子という人であれば全て関わるものにアプローチできるという社会的使命にすごく惹かれたからです。で、2つ目は研究室見学に来た際に大学生活を充実させている先輩が多く、私もこのように大学生活を過ごしたいなと思える先輩がいたということです。私はその朝、10時に来て大気粒子の帯電状態を測定するのにだいたい2時間くらい装置を回してるんですけども、朝セットしてからデータ解析などを行っているので、1日1回か2回くらいは実験ができる状況です。私が思う研究室のいいところは、みんなで研究に対して支え合う精神があるなと感じるところです。例えば自分自身が研究活動で詰まっていることがあると、師匠の先輩や周りの同期などがアドバイスをくれたり、気分転換になる助言をくれたりする姿勢があるので、そういう周りと支え合って何かに迎えるっていうところがすごく研究室のいいところだというふうに思います。